動画のご視聴ありがとうございます。この動画では、サイボーズ社が提供しているキントーンを今からですね、お試しを登録して、で、そこからどういう機能があって、どんなことができて、で、2026年最新の機能も含めてですね、まるっと説明していく動画です。なので、ちょっとね、動画の時間長くなるかなと思いますが、知りたい部分に関しては、概要欄の方にですね、タイムスタンプ入れておきますので、そこからですね、これは知ってるからこれは見たいなっていうところ選べるようにしておこうかなと思いますので、ぜひともこれからキントーン始める方とか、あとは、キントーンは社内にあるんだけれども、自分が担当になった、でもあんまりまだキントーンのこと分かってないなっていう方もですね、見ていただいて、キントーンをね、より活用いただけるような動画にしていこうかなと思います。動画を見るタイミングでですね、こちらのこのサイボーズのこのキントーンのページが変わってるかもしれないんですけれども、今、2026年の5月時点では、ここにですね、無料お試しっていうのがあります。で、ここのページは特に変わってないので、ここで会社名を入力していただきます。ポイントとしては、何度もお申し込みすることは可能ですが、それをするとですね、1回契約して30日でやめて、もう1回30日無料を繰り返せば永遠に無料で使えてしまいますので、それはできない。で、会社名入れると該当する会社名を選びます。個人の場合はね、個人で選ぶことはできます。で、ここでメールアドレスを入れるんですけれども、例えば、このような形で、すでに登録されている E メールアドレスに関しては、こんなものが出てきてしまいます。されていないメールアドレスを設定すると次に進むことができます。今回私は顧客へ提案する立場にしておきます。サイボーズ以外の会社からの本サービスの提案は受けていません。ここはね、皆さんの立場であったり環境で選んでいただければなと思います。これでお試しを申し込みました。ではメールアドレスの方を見に行くとですね、はい、このような形で30日の無料トライアルに関しての情報と、サイボーズ .com ストアというものの情報があります。どういうことかというと、サイボーズ製品を管理するものっていうのが、サイボーズ .com という管理者があってですね、そこにキントーンも入ってくるんですね。で、上は製品を扱うログイン情報。で、下はその後でですね、サイボーズからキントーンを買うとか、使っているキントーンの契約数を減らすとか、そういったものを使う用のログイン情報になってきます。今皆さん動画を見ている中でですね、まだキントーン自分でとりあえず触ってみようかな、30日試してみようかなっていう場合もいれば、もう完全に契約もしていくというような話もあれば、いろいろね、状態あるかなと思うんですけれども、キントーンはサイボーズからしか買えないってわけじゃなくて、いろんなパートナーがいますので、そのパートナー経由で購入するってこともできたりします。で、今回使うのはですね、この上の部分ですので、こちらをクリックいただきますと、初期パスワードを設定してくださいというのが出てきます。パスワードが出てきましたので、ここからですね、ログインをしていくんですけれども、キンボズ株式会社の下にですね、UP139PYPOZCK サイボズ .com というふうになっています。ここの URL っていうのは変更することができます。会社名にしたりとか、よく使っているような、アルファベットにしたりもできますけれども、すでに使われているものはできないですね。なので、すでに使われているもの以外を設定することはできます。試しに使っている場合はですね、ここを変更しない方がいいかなと思います。変更してしまったらそこを登録してしまいますので、その後、本契約するんであればいいんですけれども、とりあえずこれは触るためだけにやってるんだよっていう場合はですね、そこで設定しちゃうと、もうそこが確定されちゃいますので、逆にもうこれで今からもう完全にもうサイボーズの製品契約してガンガン使っていくよって場合は、早めにここの URL を使いたいやつを取っておかないと、そうこうしてる間に取られるというかね、他の人が設定する可能性があるので注意が必要です。でログインすると、最初こんな画面が出てきます。これはね、最初に出てくるだけなので、永遠に出てくるわけではないです。ここに初心者マークがついてるかなと思いますが、これはですね、常に出てくるわけではないですから、最初はこういう画面で出てきます。で、先ほどね、お話ししたように、URL が今は
なんかわからない文字の羅列になってます。あれをね、変更してみようと思います。この環境は僕はもう使わないんですけれども、先ほどのメール思い出してもらって、次、サイボーズ .com ストアっていうのがあります。ここをですね、ドメイン管理を押していただいて、ドメイン名の変更、はい、キンボーズテスト3やったら使用できますよというのがあるので、これで変更します。これで変更すると注意しないといけないのが、今変更しました。少し時間が経つと変更されるんですけれども、はい、変更されました。メールアドレスで入ろうと思うと入れなくなります。そうですね、もう URL 変わってしまいましたので、もちろんメールアドレスとしてですね、こちらに、変わってますよっていうメールアドレスが来るので、そこを見ればね、大丈夫なんですけれども、はい。というところで、ここの内容が変わってるかなと思います。この動画が出る頃には、この環境も消してますので、皆さんがこの後ね、入力しても入れないかなと思いますが、で、ログインすると、このサイボーズ .com 共通管理っていうものと、キントーンっていうのが出てきます。まだね、キントーンの話に行かないんですけれども、この共通管理っていうのは、共通管理の権限を持っている人しか出てこないです。なので、一般にキントーンしか使わないっていうユーザーは、このキントーンしか出てこない。ただ、他の製品ですね、サイボーズオフィスとか、メールワイズとか、ガルンとか使ってくると、この下にね、ちょぼちょぼ出てきたりはします。まず、キントーンにはね、いろんな機能があるんですけれども、まずここがポータルという画面になります。このポータルなんですけれど、まずお知らせ書く場所ですね。今お知らせがいろいろ書かれてるんですけれども、正直僕は今いらないので消します。はい。で、お知らせを書く場所、通知が出てくる場所、そしてスペース、掲示板みたいな場所ですね。そしてメインとなるアプリの場所。この4つで構成をされています。ワンポイントとして、これがログインした瞬間に出てくる場所なんですけれども、こちら、ポータル管理っていうものをするとですね、このポータルを追加することができたりします。それはまたね、別の動画でも説明はしているので、URL とかね、上の方に出しておこうかなと思いますが、必ずしもこのポータルの画面しかないってわけじゃなくて、複数のポータルを今は作ることができる。以前はできなかったんですけれどもね、アップデートでできるようになりました。でそれぞれね、説明をしていきます。お知らせに関しては、それこそお知らせですね。自由に入力することができますので、10月10日までに健康診断予約してください。で、予約してほしいキントーンのアプリの URL をここに貼り付けるみたいなこともできたりしますし、今データはないですけれども、データがあれば、そのデータを入ったキントーンのアプリをここに貼り付けることで、なるほど、今はこういうような人が新規で申し込み来てるんだな、みたいなことを見せることもできる。結構ね、自由度の高いお知らせ欄になっています。通知に関しては、またお話ししますけれども、自分に通知であったりとか、プロセス管理と呼ばれるもので、フローを組むことができるんですね。そのフローを組んだ時に自分の立場になった時とか、いろんな場面でこの通知が出てきます。で、スペース。ここはね、結構重要かなと思いますが、キントーンはデータ管理よりも、こういうようなコミュニケーションを取る場所を重視しているサービスなのかなというふうに私は考えています。例えば、掲示板で誰かに対して、ああだこうだということができるようになります。で、アプリはここでね、アプリを作っていきます。スペースの中でアプリを作ることもできます。基本的にはスペースの中でアプリ作る方がいいんですけれども、そのあたりも含めて次はですね、アプリに特化してお話をしていきます。まずここからアプリを作るとですね、どこのスペースにも属さないアプリになります。なので、みんながまず見れてしまう。もちろんアプリで設定はできます。この人しか見せたくないよっていうアプリも設定できたりするんですけれども、何もしなかったら全体公開のアプリになります。次にスペース。例えば自分だけにして参加メンバーだけにこのスペースを公開しますよというようなことをして、全部チェック入れてしまえば、自分以外このスペースには入れない非公開スペースになっています。スペースはまた後で説明しますが、ここで作るアプリの場合は、初めから先ほど説明したスペースの権限持ってる人しか見れないアプリっていう形になりますので、アプリ作る場所で
全体に公開されるかもしれないアプリと、あらかじめ設定しているアプリ。どちらも、後でですね、設定変えてしまったら、同じような効果は、同じような設定にすることもできるんですけれども、アプリを作るのか、スペース内アプリに作るのかっていう2つがあるってことをまずは理解いただけたらなと思います。次に、アプリを作る方法ですね。はじめから作成。はじめから作成は、もう自分で1個ずつ作っていきます。よいしょよいしょよいしょと作っていく。Excel を読み込んで作成。これは、自分が持っている Excel のデータを読み込ませるという形になります。同じく CSV バージョンですね。で、テンプレートファイルに関しては、テンプレートが作れるんですね。作ったアプリに関してテンプレートを作る。例えば、業者さんが作ったテンプレートを使うってこともできますし、社内で作ってるテンプレートがあって、それを部署が違うこっちが使いたいなっていう場合に使うこともできる。ただ、同じドメインの中にあれば、他のアプリを再利用。これでわざわざテンプレート化しなくても他のアプリを再利用してアプリを作って人事部が使っている A というアプリを使いたいけれども人事部で使っている形になっているので総務部としては少しアレンジを加えたい。でも同じアプリで情報を入れていくのはやっぱ難しいので総務部として人事部のアプリをちょっとオマージュして使いたいみたいな感じになってくるとこちらを使うといいかなと思います。そしてこのアプリストアですね。すでにサイボーズが提供しているいろんなアプリがあります。例えば医療・福祉でいくとこういうようなものがありますし、それぞれの業種で多分これ使うんじゃないかなみたいなものがあります。このアプリを追加して自分でさらに設定をして社内に合ったアプリにするってこともできたりします。こんだけあるんですけれども、さらにですね、サイボーズは今よく言われている AI をキントーンに導入していきます。2026年6月からですね、キントン AI というものが正式にリリースされます。今、ベータ版として公開されているものなんですけれども、お試し環境ではまだ使えない部分があります。なので、ちょっと違う環境を持ってきましたが、ここで AI っていうのがありますね。AI でフォームを作成っていうこともできたりします。AI にやりたいこと、こういうようなアプリを作ってほしいというふうに言えば、そこに関してアプリをね、作ってくれるっていう機能も追加されていきます。ただ、やはり最低限必要な機能を理解していないと AI が作ったところで、これ本当に使えるのかどうかっていうところがわからない部分もあるかなと思いますので、今回は動画でしっかりと、初めから作成でアプリを作っていこうかなと思います。まずアプリの名前を決めます。今回は申し込みというアプリにしました。この青い部分をクリックすると、アイコンを変更することができます。アイコンというキントーンのアイコンを公開しているページも実はあったりします。このような感じでダウンロードすると、すぐね、申し込みのアプリだなって分かるようなこともできたりしますので、ここはもう好みな部分はありますが、設定いただけたらなと思います。で、キントーンのアプリっていうのはですね、よくあるアプリというよりは、入力するフォームを作っているという感覚でいいかなと思います。こんな形でですね、必要なものを必要な分だけ設定していくという形になります。なので、ここの機能をある程度覚えておけば、最低限アプリは作れていきます。まず、ラベル。カスタマイズをしない場合は、ちょっと装飾する用のものになってきます。ただこの要素 ID っていうのがありまして、こちらは JavaScript や CSS でカスタマイズするときにここを使う場面があるので、そういうときにはね、よく使いますし、あと最初アプリ使うときにこんな感じでここですよみたいなことを使うときはあったりします。もちろんリンクとかも貼れるので、例えばいつも使うリンクあればそこを貼っておいて、ここで情報を見てねとかっていうこともできたりしますね。でよく使うのはここからですね、文字列1行。これはね、文字列なので、ここで文字を入力する。例えば名前にすることもできたりします。名前っていう風にして名前を入力してもらうフィールドにする。細かく設定ができて、ここの設定項目っていうのはフィールドごとに変わってきます。例えばラベルの場合は特になかったですね。文字列1行はフィールド名を表示しない。自動計算をする。必須項目にする、値の重複を禁止する文字数の制限初期値。それぞれ変わってきますが、ここで重要なのが
必須項目にすると入力しないと保存ができなくなりますし、重複禁止にすると、例えば滝村って書いてて、別にレコードを追加して滝村って書くと、重複してるからダメですよというようなこともできたりします。で、自動計算。ここでね、計算式を入れることができるんですけれども、注意しないといけないのが、ここですね。これは文字列です。例えば、計算っていうものを入れて見てみると、ここが計算マークになってるかなと思います。つまり、何が言いたいかというと、ここで計算したものは、文字として扱われる。50たす50とか、他の数字と他の数字を足したりっていうことをしても、これは文字として扱われるので、そこを注意していただきたいです。で、リッチエディターと文字列複数行。似てるんですけれども、まず文字列1行と複数行が違うのは改行ができる点。そしてリッチエディターは見たらわかるように、リッチな文字列複数行。なので、ここまでリッチさがいらない。ただ情報をたくさん入力するって場合は、文字列複数行を選択することが多いです。そして数値ですね。で、先ほどちょっと出しました計算。じゃあここでね、ちょっとやってみようと思いますが、数値 A と数値 B を作ります。で、数値の A と B を足すっていうものを両方でやってみます。はい。A 足す B。で、こっちも A 足す B。で、フォームを保存をすると一旦保存。で、アプリ公開するとアプリを全体公開されます。で、ここでアプリの動作テストっていうのがありますので、ここでですね、公開前に動作を見ることができます。では A に1000。はい。これで両方に2000って入ってますね。ただ、さっき言ったように、ここは文字。ここは数値。ここを捉えたときにどういう違いが出てくるかっていう部分なんですけれども、A と B を足したものがあります。これを計算 A にしましょう。そしてこの計算 A と C を足したい。計算 A と C を足したのが計算 B というものにしましょう。はい。では、ここですね。ここにも同じようにしないといけないので、で、こっちも、名前 A に C を足したい。はい。出てきました。演算式プラスとデータ型が組み合わせが正しくありません。保存しようと思って、フォーム保存すると、一応は行くんですけれども、動作のテストをしに行くとですね、違いがわかります。A に1、10、100線。B に1、10、100線。C に1、10、100線。はい、こちらエラーが出てます。どういうことかというと、この A と B は数字で、ここは文字になってますね。で、文字に今数字を足そうとしているので、エラーですね。というところがあるので、ここに書くこの数値フィールドのこの文字列1行の自動計算と、さらにこの普通の計算ではそもそもの意味合いが変わってくるので、そこを注意してもらえたらなと思います。ただ、例えばこの文字列のところをですね、A and B みたいなことにすると、はい、この中で500、500みたいな。文字と文字。例えば、生命とか、ね、なんか結合したい。2つを1つにまとめたいって時には、文字列で使うっていうのは非常に便利かなと思います。
次にラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン。はい、いっぱい出てきましたが、これはですね、文字列1行でもやれるんですけれども、選択項目いっぱいあるんですけど、ラジオボタンに関しては、絶対に選ばないといけないというのがもう決まっている。どれか絶対に選ばないといけない。チェックボックスは複数選ぶことができる。選ばないということもできる。必須項目にしたら選ばないといけないということもできる。複数選択は、ここからですね、ちょんちょんちょんと選択する形になる。チェックボックスとちょっと似てますね。で、ドロップダウンに関しては、選ぶ形ですけれども、ラジオボタンと違って必須項目じゃないこともできるので、選ばないってこともできる。絶対に選んでほしい場合であったり、チェックか複数選択のやり方かドロップダウン。すんごい量が多かったらドロップダウンの方がいいでしょうし、少なかったらチェックボックスとか複数選択でもいい場合もあるので、これも用途によって選んでいただく形になります。次、日付、時刻、日時。それぞれ日付だけ、時刻だけ、日時というふうに選ぶことができます。日時を選ぶとですね、例えばカレンダーであったりとかはパッと見て見やすい。日付だけの場合と時刻の場合だけにすると、カレンダー表記するときに、日付と時刻が後で欲しくなったときに、ここをね、合体させるっていうのがちょっとね、いろいろとめんどくさいので、もう、カレンダーで日付日時が欲しいときはもう日時。ただ、日付しかいらないのになっていう場合あると思うんですね。そういう場合は、日付だけを選んでおくか、先ほどお見せしたこの文字列1行を使うと、自動計算。ここでですね、計算式の書き方を見ていただくと、ここに Date Format っていうのがあります。関数でも出てくるかな。はい。これで例えば先の日時をこんな感じで YYYY 年数 MM 月っていうふうに設定をいただくと、ここでですね、2026年5月21日10時41分だけれども、2026年05というようなことを文字列として出すこともできますので、後々ですね、これだけ欲しいなとか、それこそ年月はないですから、年月だけ欲しいなっていう場合は、こういうようなこともやろうと思ったらできます。続いて、添付ファイル。添付ファイル入れるものは特に関係なく、何でも入れることができますが、最大 1GB まで。で、キントーンは基本的には1ユーザー 5GB ついてきますので、最低10ユーザー契約ですから、50GB まではキントーンの中にデータを残すことができる。ただ、添付ファイルだけで 50GB じゃなくて、アプリのレコードであったりとか変更履歴とかもろもろ含めての 50GB ですので、そこをご注意いただいて、そうじゃないと、1ギガだからって言って500メガの動画ガンガン入れていったら、もうすぐね、満杯になるので、あんまりね、重いデータを入れるようなものではないと思っていただいたらいいかなと思います。あと、画像データはプレビューできるんですけど、PDF とかのデータはプレビューできない。それをしたい場合は、プラグインっていうのがありますので、後で最後にですね、さらっと連携サービスとプラグインの話もしますが、そういったものも使うともう少し良くなっていくかなと思います。次にリンク。これはね、結構注意が必要で、URL を貼ることができるんですけれども、それ以外に電話番号とかメールアドレス入れれるんですね。ただ、例えばここをメールアドレスにしておいて、でもここを設定を触ってなかったら、URL を入れないといけない。はい、メールアドレスにしました。よし、これでいけるなと思って、で、実際に運用開始してやってみると、メールアドレスね、メールアドレスっていう。よし、メールアドレス。保存しよう。はい。ダメだよと。URL に設定してるんだから HTTP でしょと出てきちゃうので、ここはね、ちょっと注意しないといけない。よくあるミスとして出てきますので注意が必要です。ユーザー選択、組織選択、そしてグループ選択。何かというと、ユーザーがいるので、対ユーザー、田中花子さんとかを選ぶのか、それとも組織、人事部とかを選ぶのか、
それともグループ、プロジェクトチームを選ぶのか、そのあたりは選ぶことでですね、ここで選んでおいたら、後でメンションとか、プロセス管理を使うことができたりします。関連レコードとルックアップはね、後でちょっと説明しますが、関連レコードは別のアプリを引っ張って一覧で見せてくれる。ルックアップはマスターデータを引っ張ってくるというようなものになります。ここは個別で説明します。次、スペース。こんなね、スペースを使って、見栄えを良くする場合もあれば、ここで要素 ID がありますので、カスタマイズをして、ここに地図を貼るとか、ここにボタンをつけるみたいなこともできたりします。罫線。罫線はさすがに罫線ですね。と思ってはいるんですけど、実は要素 ID ができるので、ここもカスタマイズすることができる。グループ。こういうような、いろんなね、情報をここにまとめて置いておくことで、後でですね、グループとして、この中は見てもいいよ、見ちゃダメよ、みたいなことができると。一個一個設定するんじゃなくて、このグループで見せることもできれば、開け閉め、アコーディオみたいに開け閉めすることもできるので、そういったことをするためのフィールドです。最後、テーブル。情報を一個一個入力していくのがキントーンなんですけれども、これを使うことでですね、こんな感じで情報を入力することができるようになります。非常に便利で、経過報告とか書くとき便利なんです。そして最後、レコード番号作成者、更新者に作成日時に更新日時。はい。ここはですね、全部必須項目になってはいるかなと思うんですが、ここの注意点としては、全部任意では変更できない。レコード番号も変更できないし、作成者、更新者も変更できないし、作成日時、更新日時も変更できない。さっきの日付とか日時は変更できたんですけど、ここは、ユーザーでも管理者でも変更はできないので、そこを注意いただく。そして、最大の注意点としてはですね、こちら、今貼り付けてたフィールドは、一つのアプリに対して500個まで。お金を積んでも500個までです。これは非常に重要で、たくさんの情報を入力するアプリを作って保存しようとしたらエラーが出てきます。ただ、ラベル罫線スペース、レコード番号、作成者、作成日時、更新者、更新日時はこの500の上限には含まれないですが、文字列1行とか、ここに書いているようにテーブルで1、2、3を3つ入れたら、テーブルとしてカウントもされるので、4つカウントとされます。細かい上限っていうのはね、いろいろあります。このあたりの上限はしっかりと把握しておかないと、アプリ作ってで、今は490だったけれども、後でなんか追加したいなってなっていくと、500超えてしまう、アプリ作れない、どうしよう、みたいなことにもなるので、注意が必要。そして、何度か JavaScript、CSS という話を出しましたが、キントンには3つのコースがあります。ライトコース。今作っているアプリはライトコースで大丈夫ですが、JavaScript、CSS を使ったカスタマイズをしたいなっていくとスタンダードコース。そして、ワイドコースになると、最小ユーザー数が1000ユーザーなので、1000人以上使って、例えばアプリの上限っていうのが、一つのドメインの中に1000個まで作れるんですけど、1000個じゃ足らん。って場合3000個。スペース500個までですけれども1000個使える。1日の API リクエスト、カスタマイズしたときに API のリクエスト数が1日1万なんですけれども、それが10万に増える。ここでわかるのが、フィールド数の上限は書いてないですね。ワイドコースにしてもフィールド数の上限は500なので、これはもうどのアプリでもバチッと500以上は置けないようになっています。ここを注意してもらって、キントーンの、まずこの動画ではキントーンの最低限の機能をね、お話ししていますけれども、あれもしたいな、これもしたいな、例えばキントーンの AI 使いたいなとか、そうなってくると、スタンダードコース以上が必要になってきます。それではですね、関連レコードの説明をまずしていこうかなと思います。こちらに関連レコードというものがあるんですけれども、別のアプリとか、今のそのアプリでもいいんですけれども、対応となるものを引っ張ってくるっていう形になります。今回でいくと、問い合わせを管理しているアプリがあって、そこでいろんな情報がある。その中で例えばこの岩下税理士事務所の対応したものがここに出てくるという形になります。なので、別のアプリのところで紐づいているものをここで一覧で出してくれると。ここですね。会社名が一緒。
別のアプリ。今このアプリは名前が顧客管理ってアプリですけれども、顧客アプリの中で、はい。問い合わせ管理アプリにある会社名が同じものを引っ張ってきて、で、表示してくださいねっていうふうに設定をしています。さらに、その中で例えば受注済みとかあれば、そこを設定することができる。なので、わざわざ別のアプリに行って、絞り込んで見に行くってことをしなくても、関連レコードを使えばですね、パッと案件が見ることができる。そして、先ほど、今顧客管理の方にありましたけれども、問い合わせ管理の方には、ルックアップっていうのが設定されています。ルックアップですね。こちらはどういうものかというと、はい。すぐにここに情報が入りましたね。別のアプリから情報を引っ張ってくる。マスターデータを引っ張ってくるってイメージですね。例えば、この岩下税理士事務所ってなってるけれども、例えば岩下税理士とか入力する人もいるかもしれないですし、情報システム部と情報システム部門とか、その入力の揺らぎが出てくる場合もあります。あとは、引っ張ってくるということなので、担当者名と電話番号も自動で引っ張ってくることもできる。そうなってくると、会社名はわかるけど、担当者までわからないなっていう場合、わざわざ別のアプリを見に行く必要がなくなる。というところで、ここでですね、会社名を入れて、関連付けるアプリを設定して、何でヒットさせるかっていうところで会社名を入れる。あとは何をどこにセットしたいですかっていうふうにセットすることができれば、ルックアップの設定が完了です。このルックアップと関連レコードを別に話した理由としては、どうしてもね、悩むポイントではあるので、ルックアップ、関連レコード、この2つが一番キントーンのフィールドの中で最初につまずきやすい部分なので、ここに関しては何度か試してみていただいて、動作のイメージをつけていただくのが一番いいかなと思います。で、アプリができたら、こちらのプラスボタン、こちらで情報を入力していく、レコードを追加していくっていう形になります。で、レコードが追加されていった。でね、一覧画面でも見れるし、詳細画面でも見れる。で、この一覧画面と詳細画面でできることが少し違うんですね。詳細画面ですけれども、こちら見ていただくと、はい。レコード番号がガンガン変わってるかなと思いますが、レコードの1個ずつ変更することはできます。で、さらに、ここでレコードをさらに追加することもできます。で、ここがレコードを編集するですね。で、こちらがレコードを再利用。そのまま情報が入った状態で再利用することができます。あとはコメントとか変更履歴ですね。で、この変更履歴にちょっと注意点がありまして、例えば、ここに一つ添付ファイルを入れましょう。で、アプリを更新します。今、添付ファイルのフィールドが追加されました。ここで、添付ファイルを一つ追加します。画像を一つですね、追加しました。で、そうするとですね、ここで変更履歴で、私が画像を追加しましたよっていうのが出てきます。で、さらに編集で、この画像じゃなくて、別の画像入れたとしましょう。そうするとですね、今変更しました。変更したので、こっちになったんですけれども、わかりますかね。このバージョンに戻すってことができる。はい。じゃあ戻したので、画像がまた戻ってきましたよね。つまり、画像データが蓄積されちゃうわけですね。前の画像データが。そうなってくると、結構画像をガンガン入れ替えていくようなことをしちゃうと、添付ファイルで。そうすると、どんどんとこの変更履歴にですね、蓄積されていきます。じゃあ、この変更履歴別になくてもいいよと、そういうデータが溜まってしまうんだったらと、なっていくと、ここですね。ここで様々なキントーンのアプリの設定をすることができます。ここからの設定でもいけますし、ここから直接設定に飛ぶっていうこともできます。
設定なんですけれども、で、アプリを作っていったと思うんですけど、次こちらですね。一覧。一覧何かというと、先ほどお見せしてた一覧画面ですね。レコードの一覧画面をお好みにカスタマイズすることができます。一覧画面、新しく一覧追加するときはここですね。一覧を追加をしていただいて、何ができるかというと、まず表形式ですか、カレンダーですか、カスタマイズしますかの3つ選びます。表形式は先ほどお見せした一覧。カレンダー形式は、ここがね、本当にカレンダーのような形になってきます。カスタマイズは、実際カスタマイズをする際であったりとか、プラグインを使うときに、こちらを使用します。で、表形式の場合はですね、こんな感じでね、自分の好きなような順番で設定をすることができます。さらに、全部出すこともできれば、対応状況が未対応のものだけを出す。なので、こちらを未対応としておけば、未対応の一覧だけが見ることができます。そうとも、例えば、受付日時順とか、そういったことを設定することができます。確認してみると、はい、ここで新しく未対応とできたので、見たら未対応の一覧が出てくる。で、この対応状況が、先ほど4件未対応がありましたけれども、対応中に変えると、はい、3つになったというところで、リアルタイムに一覧から移動していく。注意点としては、カレンダー形式で設定した場合はですね、このような形で月単位でしか表示することができません。で、カレンダーの場合はですね、普通であれば日単位で時間が出たりとか、週単位で見れたりとかするやつもあるかなと思うんですけど、均等の標準機能はこんな感じです。なので、これが満足できないなっていう場合は、プラグインであったりとか連携サービスの使用をするというような形になります。そして次、グラフですね。グラフは、均等の場合は、これだけですね。横、縦、円、折れ線、クロス集計、表面、曲線、曲線面グラフというものを設定することができます。これも先ほどとちょっとね、似てまして、例えば横棒、縦棒やったら、それが 100% 積み上げなのか、積み上げなのか。で、それが何なのか。この辺を細かく設定していくことで、ご自身の好きな必要なグラフを設定するってことができるようになります。で、この一覧とグラフに関しては、いろんなところに貼ることができます。例えば、ここのアプリの貼り付け、問い合わせ管理、で先ほど作った未対応を貼り付けたりとか、グラフを貼り付けることでですね、パッと見て今の状況がどんなものかがわかる。例えば今未対応が3件あるからここをクリックすると未対応のレコードの一覧が見えるので、対応していこう、電話していこうみたいなことが即座にできるような動線を作ることも可能です。比較的この一覧とグラフはそんなに難しくないんですけど、次ですね、こちら。設定になってくると少しずつ難しくなってきますので、細かく一個ずつ説明していきます。一般設定は、まず最初にね、やったと思うんですけど、アイコンを変更することができます。で、アップロードもしましたね。でさらにこのアプリの説明をここで入力することができます。邪魔な場合は消しておいてもらうと、だけどこの辺にね、出てたかなと思いますが、それを消すことができる。例えば、アプリの使い方はこれですよって言って動画を撮って、その動画のリンクを貼っておくってこともできますし、悩んだ場合はこちらみたいな感じで、社内のウィキキントーンみたいな、ウィキキントーンアプリみたいなものを作ってそっちに飛ばすってこともできます。次にデザインとテーマですね。初期設定と、あと色をですね、こんな感じで変更することができますので、ちょっと気分転換にデザインを変更するってこともできます。もっと変えたいってなっていくと、カスタマイズをすれば、さらにがっつり見た目を変えることもできます。そしてプロセス管理。こちらがね、まだちょっとね、悩むポイントなので、細かくはですね、このプロセス管理編っていうのをサイボーズが出しているので見ていただきたいんですが、ワークフローを組むことができます。今組まれているやつは、未処理、処理開始、処理中、完了、ステータス。未処理は、レコード追加したときに、まず未処理になります。
そこで次に処理を開始した瞬間にボタンを押して今処理中ですよと。で、ドロップダウンとかでもやれるんですけれども、そうじゃなくてですね、ここでね、条件分岐とかをすることができるんですね。例えば対応状況が未対応やったら処理。なので、もうすでにね、昔完了してたりとか、完了してて後で入力しちゃったとかがあれば、これは出てこないようになります。で、処理中になって、処理になった時に誰かにする。個人を設定することもできれば、フォームを追加してですね、例えば、対応担当者になった人に飛ばす。で、対応担当者の方が、自分が担当だったなっていうことで完了したら完了。このプロセス管理、非常にね、細かく設定もできますし、あとはね、AI 機能を使って設定するってこともできたりします。基本的に有効化されていないので、有効化して実施をしていく。有効化したら、ここのボタンが出てこないですね。なぜかというと、未対応じゃないから。なので、未対応のものだけ今回は出てくるようにしたので、はい、未対応なところは処理開始。で、処理をして実行すると、私が担当になりました。なので、ここでですね、あなたが担当ですよと。未処理で。こんな感じで、今自分が担当のものがどんなのかっていうのが、ログインした瞬間に出てくると。ここが199件とかなったら、99件自分を待っている稟議書であったりとか、いろんなものが溜まっているので、さっさとですね、見て、なるほど、これはもういけてるな、完了、実行。これで OK ですね。必ずしもですね、設定しないといけないというわけではないんですけれども、あると便利ですね。で、次に通知。ここもね、細かいんですけれども、アプリの条件通知、レコードの条件通知、リマインダーの条件通知っていうのがあります。アプリの条件通知っていうのは、アプリの中で実行されたことに対しての通知。レコードはその中のレコード単位での通知。で、リマインダーはその中のフィールドのどこかで何日とか何日後とか何日前とかの通知という形になります。なので、アプリの場合は、レコードが追加された時に通知するよ。レコードが編集されたら通知するよ。コメントが書き込まれたら通知するよ。ステータスが更新されたら通知するよ。ファイルが読み込まれたら通知するよ。全部なしでもいいですし、毎回レコード追加されたたんびに通知されるのはちょっと通知の数が多いからちょっとどうかなってなった時にはレコードの条件通知ですね。ここで例えば対応状況が完了したものだけを通知する。完了したよみたいな感じで。一定の条件をクリアしたものだけを通知するってこともできるようになります。先ほどはレコード追加しただけ。でも今回はレコード追加してさらにそのレコードがこうなった時だけみたいなね。リマインダーに関しては、例えば受付日時の10日後の8時に1回確認しましょうねみたいな通知を飛ばすとか、もしくは締め切りであったり、納期の1ヶ月ぐらい前に通知して、納期の1ヶ月前ですけれども進捗確認してみてくださいねみたいな、このようなリマインダーの条件通知っていうのも設定することが可能です。次ですね。こちらカスタマイズサービス連携ですけれども、こちらは使用環境で申し込んだ場合は出てきますけれども、その後、ライトコースにした場合は出てこなくなります。スタンダードコース以上で設定することができる項目ですね。今回はさらっといきますけれども、プラグイン。プラグインっていうのは、ここでね、プラグインを追加していくんですけれども、こちらのキントーンのシステム管理。後でちょっとお話ししますが、こちらでプラグインをまず、キントーンの環境内で許可した状態でアプリに追加していくという形になります。なので、このプラグインいいなと。例えば、文字の色を変えるプラグインであったりとか、入力を Excel っぽく入力するプラグインとか、様々なプラグインが、無料でも有料でも出てるんですけれども、そういったプラグインを入れるときに、まず、キントーンの中で OK しないといけないですね。で、OK されたプラグインをここに入れていくという形になります。
最大1つのアプリに設定できるプラグインは20個というふうに決まっていますので、あれもこれもって入れていって、20個を超えるということはあんまりないんですけれども、一応20個までというのが上限で決まっています。次に JavaScript と CSS のカスタマイズ。これはもう見た目の通り JavaScript 書いてキントーンに入れる、CSS を書いてキントーンに入れると。でここにも一応上限があって、JavaScript と CSS はパソコンとスマートフォン用で分かれてるかなと思いますが、それぞれ30個まで。そして1つのファイルの上限が 20MB まで。で、ここでね、入れる場合もあれば、いろんな連携サービスを使ってカスタマイズをそっちで作ってからこっちに運用するってこともできたりしますので、奥が深いので、またね、私の動画にもいろいろ上げてはいますが、私の動画よりは他の方のね、動画の方が、JavaScript、CSS いろいろ上げてはるかなと思うので、まずはそっち見ていただいたらいいかなと思います。プラグインとかね、連携サービスはいろいろ上げてますのでチェックしてください。次、API トークンですね。これはどっちかというとね、連携サービス。プラグインはキントーンの中に入れましたけれども、キントーンの外でやっているようなサービスいっぱいあるんですね。そういったサービスとキントーンを紐付けるときに、この API を使ってですね、ここで生成した API トークンを連携サービスの方に設定して、情報の連携であったりとかをしていく。で、この API トークンにも一応上限がありまして、一つのアプリにで、ここで20個まで。なので、ここまで話してたらわかるように、キントーンの一つのアプリで全部を網羅するっていうのはちょっと難しい。ちょっと前に話しましたけれども、スタンダードコースやったら、1日の API のリクエストが1万。ワイドやったら10万。なので、一応上限が決まってるわけですね。API のリクエスト数も。そうなってくると、20個入れて、いろんな連携サービスとやって、で、毎日のようにそのリクエスト数が1万超えるっていうような運用には耐えれない。すぐ止まるってわけじゃないんですけれどもね。で、Webhook ですね。API とよく設定一緒にするやつもあるんですけれども、例えばレコード追加された時に、キントーンが追加されたよっていう情報を飛ばして、連携サービスが動いて何かしらするみたいな。レコード追加された時に何か動くとか、ステータスが変わった時に設定を動かすとか、そういった時に使ったりします。なので、ここがカスタマイズとサービス連携ですね。次にアクセス権ですね。冒頭の方でも喋りましたけど、キントーンはスペース内にアプリ作ることもできれば、スペース外でアプリ作ることもできる。で、そのアプリに対して、スペースの場合は、そのスペースで設定している権限に基づいてアプリ。例えば、人事部しか見れないスペースの中にアプリ作ったら、基本的には人事部しか見れない。で、全体のところで作ったら全員が見える。ただ全員が見えるところに作ったとしても、人事部しか見えないところに作ったとしても、ここのアクセス権を設定してしまったら、例えば人事部しか見れないんだけれども、さらにその中で課長級じゃないと見れないアプリとかっていうことを設定したりすることができます。で、それがアプリ、レコード、フィールド。ちょっと通知と似てますけれども、アプリはもうそのアプリ単位ですね。アプリが見れるのか、アプリに何ができるのか。で、次にレコード。そのレコードに対しての権限ですね。アプリには入れるけれども、このレコードに対しての権限が違う。で、フィールド。例えば、住所のフィールドには編集できないとか、そういう細かな設定が段階で分かれています。アプリの場合はですね、まずこういう風にすると、このアプリの存在すら分からなくなります。閲覧できない、追加できないってなってきて、これ何の権限もなくなると、そもそもポータル画面とかでアプリが表示されなくなります。で、1個でもね、追加すると何かしら見れるようにはなります。1個ずつ説明すると、レコード閲覧。このレコードが閲覧できるかできないか。レコード追加できるかできないか。レコードの編集。レコードは見れるけれども、編集はできない。なので、ここだけ押すと2つ追加されます。レコード閲覧だけはいけるんですけれども、レコード編集しようと思うと、レコード閲覧しないといけないですからね。なので、レコード編集を押してレコード閲覧消すと、レコード編集も消えちゃいます。レコード追加だけはできますね。追加することはどんどんできるけれども、追加した情報は見れないよってことはできるんですけれども、編集するには閲覧がセット。で、レコード削除できるかできないか。注意点としては、キントーンはレコード削除した瞬間にもうバックアップというか、元に戻す方法は基本的にはないです。
アプリ消したりとか、スペース消したりすると、14日以内には復元するっていう機能はあるんですけど、レコード1個1個を消して復元するっていう機能は、基本の機能にはないです。連携サービスとかプラグインを使って、バックアップを取って復元するっていう方法をしないといけないので、万が一レコード削除されて困る場合はですね、このレコード削除の権限を外しておくってことは非常に重要ですね。ああ、消しちゃった。元に戻そう。戻せないってことが多いです。アプリ管理。このアプリの管理画面に入るか入れないかですね。そしてファイル読み込み書き出し。キントンは、レコード入力してもいいんですけれども、例えば別の基幹システムがあって、そこからのデータを入れたいとか、もしくはキントンのデータを出して別のアプリに入れたい。そういうことをすると、ファイル読み込み書き出し。こちらもですね、失敗してしまったらですね、書き出しはあれですけれども、読み込みを失敗していらないデータがいっぱい入っちゃったりとか、あとは変に更新されてしまったりもするんですね。そういったことを防ぐには、このあたりの設定もつけるつけないは悩みどころかなと思います。次にレコードのアクセス権ですけれども、こちらに関しては、どのレコード、例えば先ほどから言う対応状況が未対応のレコードはみんな閲覧できるか編集できるか削除できるかみたいなところですね。なので、完了したレコードに関してはもう完了しているので、削除も編集もできない。閲覧しかできないようにしますよとか、いやいやいや、滝村くんには全部の権限を渡すよとかっていうことができたりします。他のところで話さなくて、ここでちょっと話すこととしてはですね、この上下関係っていうのは非常に大事でして、上が優先されます。なので、滝村っていうのはここに書いてるけれども、例えば人事部っていうのを作って、人事部が上にあって、で人事部に権限がなくなってて、で、滝村が人事部に所属している場合は、上にある方が優先されるので、人事部は編集と削除できませんってしてれば、滝村はここでチェック入ってても、上で入ってなければ意味がないと。なので、あれ、私権限つけてるのになんでないんだろうみたいな時はですね、そういうようなことになっているので、この上下関係は注意してもらえたらなと思います。で、そのグループとか組織とか作るのはまた後で説明します。で、フィールド。ここはね、非常にわかりやすいです。例えば、会社名は見るだけよとか、ここはどうみたいなところですね。よくあるのは、住所は閲覧させませんよと。職員情報があって、住所は閲覧させないよ、みんな。ただ、人事部はとか、この人は見てもいいよとか、給与の基本給とかもですね、みんなが見ていい情報じゃない場合は、ここで制限をかけると。そうすると、表示されないんですね。表示されないので、そもそもわからない。あとは、見てはいいけれどもね、編集はしないでねとか、そういうことを細かく設定することができます。なんで、ここのアクセス権の設定を失敗すると、見なくてもいい情報を見せてしまったりとか、逆に見ないといけない人が見れないとかっていうのもありますので、ここはしっかりとね、設定していきましょう。次、その他の設定。カテゴリー。カテゴリーっていうのはですね、はい、このような形でですね、階層を作ることができます。で、ここで保存をして、カテゴリーを設定した状態ですると、こういう形でですね、設定ができます。ドロップダウンに近いですけれどもね。で、フィールドではですね、設定できてないんですけれども、レコードを追加するとカテゴリーという欄が出てきますので、ここで情報を入力していくと、こんな風な形でですね、入って、で、絞り込むことができるようになります。でカテゴリーもですね、書き出すことはできますので、後で何かしらで使いたいって場合に、書き出して CSV で確認することはできます。このフィールドの設定ですけれども、例えば、この更新とかいろんなものを一個ずつ設定していくのって非常にめんどくさいなという場合はですね、このグループっていうのを使っていただいて、ここに、もう設定をしていきたいものを入れておくっていうこともできます。でこうするとですね、はい、このグループですね。グループにしておけば、このグループの中のもの全部を一括で権限設定することができるので、非常に楽ですね。一個ずつ設定していくよりは楽になります。次に、言語ごとの名称。
ですけれども、これはですね、英語表記、日本語表記、あと中国語の表記っていうのを設定することができます。例えば、はい、こんな感じでですね、レコード番号のことを英語、日本語、中国語というふうに設定しておきます。今私は日本語環境に入ってますので、ここが日本語になっているかなと思います。キントーンのこのアカウント設定、いろいろ選べるんですけれども、はい、じゃあ全部英語に変わりましたね。で、先ほどの問い合わせ管理に関して、レコード番号のところが英語に変わっています。かなりいろんな場所をね、設定することができます。次にレコードのタイトル。レコードのタイトルを設定することができます。基本的にはですね、レコード番号になってるんですけれども、担当者名にするとか、詳細にするとか、そうするとですね、この通知の見出し、検索結果に表示する各レコードの見出し、レコード詳細画面のページタイトル等々変更することができます。ご担当者名にしてみましょう。はい、ここがですね、佐々木さんになっています。先ほどはレコード番号だったんですけれども、ここが変更することができたり、通知する内容もここで変更することができます。次、高度な設定。サムネイルを表示するかどうかですね。添付のその画像を入れた時のサムネイルを表示するかどうか。次にアプリコードですね。アプリコード。他のアプリと重複しないユニークな値を設定することができます。アプリコードを設定すると、先のレコード番号の前にアプリコードが入るようになります。次、これが非常にね、重要です。一括削除を有効にする。基本は有効になってないんですけれども、ここをチェック入れると、レコードを全部削除するという設定ができます。新しくアプリ作って入れたけれども、間違えて入れてしまった。でもアプリ削除するのはあれだな。じゃあレコードだけ一括削除しよう。みたいな時に使ったりはしますが、基本的にあんまり有効にしておくことはないです。次にレコードの変更履歴ですね。先ほどちょっと説明しましたが、変更履歴にもどんどんとデータが溜まっていっちゃいますよ。なので、外したら変更履歴の項目がなくなるんですが、外したタイミングから消えるんじゃなくて、外して保存したら、もう過去のものも一切全部消えるので、ここも運用に注意が必要です。そして、コメントの機能も有効無効にできます。コメントすることもないよねっていうようなものであれば、変更履歴もコメントもしない。すぐにレコードの再利用もさせない。こういうような設定をすると出てこないですね。あと再利用のボタンもないということもできるようになります。そして、レコード一覧でのインライン編集。ここに関しては、普通のデフォルトの状態であれば、ここでですね、ダブルクリックをすると編集することができます。これがデフォルトなんですけれども、ここのチェックを外すとですね、先のような編集ができなくなるので、あとは全体の桁数で小数の桁数で丸め方が切り上げ切り捨てとか選んだりとか、四半期のスタートが開始が4月なのか、このあたりの設定をすることができます。そしてアクション。こちら1個ね、アクション今すでに設定されていますが、どういうことかというと、先ほどレコードの再利用はできますよって言ったと思うんですけれども、レコードの再利用は全部を再利用してますが、アクションの場合はですね、そのうちの指定したものを別のアプリに飛ばすっていうことができるようになります。でもちろん同じアプリにもコピーできます。なので、レコード再利用は全部ですけれども、そのうちの一部だけコピーして同じアプリにレコードを追加したいとか、例えば完了したら、この完了したって情報の一部だけを別のアプリにも保存しておきたいなっていう時とか、そういった時にアクションを使うと非常に便利です。で、アクションは誰でも使えるっていうような設定もできれば、この人だけにしか使えないよっていう設定もできたりします。もちろん、使える条件も設定することが可能です。そして次、運用管理ですね。何度も使っているアプリの動作テスト。こちらはアプリの動作テストなので、情報を入力したとしても、情報が本番環境には反映されないので、実際にアプリ作って更新する前に動作確認をするときに使います。
テンプレートとしてダウンロード。今作ったアプリをテンプレートとしてダウンロードすることができるので、それを配布する。お客さんに配布するって場合もあれば、他の部署でも使えるようにするってこともできます。アプリの所属するスペースを変更。これもね、結構使うんですけれども、アプリを作った。例えば人事部でアプリ作ったけれども、これをお引っ越ししたいよねと。今、このアプリはどこにも所属してないんですけれども、これを変更したいよねってなった時に、ここで変更したいスペースを決めて飛ばす。そういうことができたりします。で、アプリごとそっちに引っ越ししてくれます。で、このアプリを参照しているアプリ。ルックアップとか関連レコードで紐づいているアプリですね。ルックアップとか関連レコードで紐づいていると、このアプリ削除しようとしたら、この紐づいているところもどうしますかっていうふうに出てきます。なので、どういうものが紐づいているかが見れるようになります。そして、アプリのメンテナンスモード。これメンテナンスモードに有効して、すると、こんな感じで、今メンテナンス中ですよと。アプリをちょっと修正かけたいとか、大幅にプラグインとか連携サービスを入れるってなった時に、設定途中にレコード追加されたりすると、例えば Webhook の設定みたいけれども、ガンガン設定でガンガン情報が入ってきたらやりにくいとかあると思うので、その時はもうメンテナンス中にして、今メンテナンスですよっていうのを見せておくと設定しやすい。もちろん急にメンテナンスにするとみんなびっくりしますので、ね、こんな感じでなので、毎回毎回やるよりはいついつメンテナンスしますよっていうのをお知らせに書いておくと混乱防げるかなと思います。そして設定の変更履歴。このアプリいろいろ私は設定今いじってますけれども、どういう設定を今いじったのかっていうのが簡単に、中身まではわかんないんですけど、簡単にわかるような場所があります。そして最後削除ですね。先ほどお話ししたように、削除すると戻せます。このアプリは、アプリ ID が8番ですので、一遍削除します。で、先ほど言ったようにですね、紐づいてるやつもいるよと。いいのかと。全部削除していいのかというふうに出てきます。今回はね、別に全部削除してもいいので削除します。はい。じゃあ削除したのでなくなりました。なくなったんですけれども、はい。これで復旧しました。はい。復旧しました。で、これが14日以内というところで、ここの説明はまたね、後でしますが、今回、これでですね、全部アプリのその設定に関しては、ほぼほぼ説明できたかなと思います。次に、スペースですね。スペースに関しては、スペースとゲストスペースっていうのがあります。スペースは、このキントーンのドメインの中でスペースを作る。ゲストスペースはそこで別のドメインの人を呼ぶっていうこともできたりします。こんな感じですね。自社のスペースは入れないけれども、ゲストスペースは入れる。で、A 社と、一緒にキントーンを使う。B 社と一緒にキントーンを使うということもできたりします。ただし、お金がいります。普通のキントーンの契約料は安いんですけれども、1000円が700円、1800円が1140円というところで、相手がキントーンのアカウントを持ってなかったら、この金額でゲストスペースのアカウントを作ってやり取りする。私もキントーン契約してますけれども、あなたもキントーン契約している、私もキントーン契約している、招待する相手がすでにキントーンご契約中の場合は、ご利用中のキントーンと招待されたゲストスペースのアカウントを共通化することができる。共通化するとゲストユーザーの利用料は無料。なので、キントーン契約者同士がつながってゲストスペースでやり取りする場合は、タダでできる。相手がキントーン契約してなくて、うちのキントーンのそのゲストスペースにあるものを見てほしいって場合はお金がいりますという形になります。また、ゲストスペースにはね、できるできないがあります。ゲストアカウントには IP アドレス制限とかベーシック認証とかセキュアアクセス、キントーンのちょっとセキュリティを高める系なものを設定することはできないんですね。このキントーン同士でつながってたら、キントーンに入るときにこういう設定はできるんですけれども、ゲストアカウントの場合は、このような設定ができないので、ちょっとログインの部分、不安になる部分はあるかなと思います。で、スペースを作るってなった時に、ここでですね、
参加メンバーだけこのスペースを公開するにチェック入れると、この決められた人しかスペースに入れなくなります。で、スペースのポータルと複数スレッドを使用するってなってくると、お知らせ、スレッド、アプリ、ピープル、関連リンク。使いたいものを選べます。スペースの参加大会とかを禁止する、フォロー禁止ってなると、こっちが要請したりとか、勝手に出ていくとか、勝手に解除するとか、そういうことできなくなります。最後、アプリが作成できるユーザーをスペースの管理者に限定する。で、アプリの作成権限持ってたとしても、スペースの中でのアプリの作成を制限することができる。設定しまして、お知らせ、スレッドは掲示板ですね。掲示板。で、アプリ。で、ピープルはそこに参加している人、増やすこともできます。このあたりは普通なんですけど、関連リンク。こちらに関しては、別のアプリとかスペースとかの URL をここでリンクすることができます。はい。こんな感じでファイル管理にはすぐ飛べるようにする。みたいなことをできるように。スペースはね、結構使います。スレッドもよく使いますので、スレッドのね、ところにもいろいろ設定はあるんですけれども、ここでね、例えばコメントとかやるとするんですけど、一個違うのがアクションっていうのがあります。先ほどアクションやりましたよね。アプリの情報の再利用じゃなくて、一部の情報を決めて、同じアプリでも別のアプリにでも飛ばしますよ、みたいなのをアクションって言ったんですけど、アプリのアクションと、このスレッドのアクションっていうのがあります。で、スレッドのアクションはどういうものかというと、指定したアプリにこのスレッドのコメントを持っていく。あ、このコメント大事やなとか、このコメントを持って別のアプリでまたみんなでちょっとやり取りしようかなとか、そういう時にそのコピーをアクションっていうので素早くね、コピーするってことができるようなものがアクションっていうのがあります。で、キントーンの機能他にもいろいろあるんですけれども、ざっくりとこれぐらいです。で、この後で説明するのが権限。キントーンの権限なんですけれども、ここでポンと押すと出てきますが、この歯車マークの中に2つありますよね。キントーンシステム管理とサイボーズ .com 共通管理。一番最初で話したんですけれども、ここにプラスサイボーズ .com ストアっていうのもあります。偉い順で言うと、サイボーズ .com の共通管理の下にキントーンのシステム管理があります。サイボーズ .com の共通管理というのは、サイボーズの全部のところなので、まず、ここを見ると、契約情報ですね。これは動画にしたら、この環境は消えているので、もう全部見せておきますけれども、この契約状況。何人ユーザーがいるのか。アプリ数、API リクエスト数、スペース数、ゲストスペース数とかいろいろ見えます。ガルーン、サイボーズオフィスね、メールワイズ。この辺はまたね、別に動画作ってるので、そっち見てください。ここで増やすことはできないので、サイボーズ .com ストアで増やすか、もしくは、ベンダーさんとかいろんなとこ買ってる場合はそこに連絡するっていう形でここを増やします。次に組織とユーザーですね。今、この管理者っていうのは必ず作られますが、ここはね、カウントされませんので、停止中になっていますが、その次に僕が一人います。で、この停止中っていうところなんですけれども、例えばサイボーズの場合は、50契約しました。じゃあ、50人に割り振りすることができるんですけれども、そのうちの1人を停止して、例えば3級に入りましたよとかなったとしても、停止してたとしても、50枠契約してるので、50枠をお支払いしないといけないというような形になります。ユーザーを停止中にしても、契約ユーザー数は変更されませんよと。契約ユーザー数を減らすには、サイボーズ .com ストアで変更してくださいと。以前の料金では、年額やったら月額よりも安かったんですよね。月額で12ヶ月払うよりも安かったんですけど、今、特にその年額というものがなくですね、月額、年額ってこの選べるんですけれども、選んだところで金額は変わんないですね。クレジット決済やったら毎月落ちるので、それを、経費処理するのがめんどくさいよねとか、ベンダーさんがいて、そこに振り込むとかなってくると、毎月振り込むと振り込みの手数料かかるよね。なので年額にしようかなっていうケースもあるかなと思うんですけれども、注意点としては年額にすると、増やすことはできても、減らすことはできないと。ここにも書いてますよね。年額の場合は、継続ユーザー数を減らす
契約のコースをダウングレードするのが、年額サービスを更新するタイミングしかできない。なので、増やすのはいつでもできますよ。アップもいつでもできますよ。ただ、10人契約しました。これを20人にはすぐできる。20人になったけど18人にしたいってなってくると、年額の場合は、その契約の更新の時にしかできないので、最初は月額でやっててもいいかなとは思いますね。最初も増えるんであればいいんですけれども、途中で減らすってことが結構頻繁に起きる場合は、月額でっていうところも選択肢の一つかなと思います。毎回ね、クレジットで落ちてインボイスのやつとかすると考えたら年額でもいいかなとも思ったりはしますが、私は増える予定もないし、減る予定もないんですけれども、月額でやってます。だって金額変わらないから。で、ここで組織を追加することもできます。あとは、サービスを使っているユーザーを見るとか、役職をつけるとか、あとはグループですね。人事部なんとかプロジェクトチームとかいうのを作ることもできたりします。で、このあたりを全部ファイルから読み込んで、組織とかをがっつり入れたりとかすることもできますし、書き出して、編集して、もう一回読み込むってこともできたりします。あとはユーザーを一気に消すってこともできますね。あとはサイボーズ .com の共通管理者を増やすってこともできます。ただここを全部見れちゃうので、あまり設定できないような方がここに入ってくるとですね、わちゃわちゃになっちゃいますので注意が必要。あとは、例えばもう4月1日で組織が変わりますよとか、ね、ユーザーが変わりますよってなった時に、事前にこの組織やユーザーとか役職の設定を決めておいて反映させる日時を決めてですね、例えば、この先の設定はね、できないんですよ。日付、1ヶ月以内にしてくれというのがあるので、で、その事前設定をここで決めておく。この人は課長になる。この人は、代表取締役になる。この人は人事部に行くみたいな、その辺の設定を事前に設定しておいて、その日にね、全部設定するの大変なので、その日になったら勝手に変わってるってこともできたりします。あとは組織間のアクセス権の禁止ですね。禁止したいときにここをチェックすると、最上位の組織で異なるユーザー間のユーザー情報が閲覧できなくなります。あとは、プロビジョニングですね。マイクロソフトとかのですね、IDP を用いて Sybos.com のユーザー情報を管理するという機能の有効化ができます。次にシステム管理で、ログイン。はい、サムル認証を有効にするのか、2要素認証を有効にするのか。あとはユーザーのこのパスワードを最小文字何字にするとか。複雑さ、アルファベット数字からもこういう特殊文字まで入れてくださいよっていうふうに設定するのかというパスワードポリシーを設定することもできます。また、アカウントロックのね、3回失敗したらもうロックするよというようなこともできたりしますし、ログインの有効時間を決める。あとは逆にログインの簡略化をすることもできたりします。そしてここも結構使うかなと思います。キントンは標準の ID とパスワード以外にですね、IP アドレス制限かけれます。IP アドレス制限かけると、社内であったりとか、例えば在宅勤務やったらその在宅勤務のね、お家の IP アドレスとか、その辺も設定することもできるんですけれども、多くの場合は社内の IP は設定しておいて、社外から入ってくる場合はベーシック認証。入る前にもう一回別の ID とパスワードがあって、それを突破したら入れるよみたいなことができるようになりますが、ID とパスワードを知ってたら、外から入れちゃう。それ非常に危険かなってなってくると、セキュアアクセスになりますね。基本的にはね、すべての IP が許可されてますので、IP アドレス制限をかけて、で、連携サービスとかを使うときは、ここの IP だけは許可してねっていうのが出てくるので、それを設定していきます。で、ここで今ね、まだ契約してないんですけれども、セキュアアクセスっていうのがありまして、パソコンであったり端末にクライアント証明書を入れます。それを入れると、その入れてる端末だけ IP アドレスが違った場所でも入ることができる。社内以外で、社外でもキントーン使っていく。で、社内では IP アドレス制限かけているよっていう場合は、有料にはなるんですけれども、セキュアアクセスを契約する。で、ここはキントーンのユーザー数イコールセキュアアクセスのユーザー数を一緒にする必要はないので、キントーン100人。でも外で使うのは社長だけ1人やったらセキュアアクセスは1人だけということもできたりします。セキュアアクセスはお一人250円。あとはログですね。
どこで何をしているのかっていうログを見ることができます。あとはそのログの設定ですね、をすることもできます。あとは外部連携ですね。冒頭では、最初の方ではオートメイトとスラックが入ってますが、それ以外の設定も必要な場合はできますし、API トークン、キントーンというよりはですね、ユーザー API を実行するための API トークンの設定もできます。その他、外部サイトにキントーンを埋め込みするのを許可するとか、Webhook の送信をするとか、その辺の設定とか細かい設定ですね。あとはシステムのメールの設定、ロケール、カスタマイズでロゴをね、ここのサイボーズ .com を会社名にするとか、ログインページを変えるとか、今はないんですけれども、アップデートオプションの設定とか、あとは各サービスの設定画面に飛ぶページ、そしてお問い合わせですね。結構ね、困ったらガンガンお問い合わせしたらいいんじゃないかなと思います。で、稼働状況と障害情報っていうのもあります。ちょっと動き悪いなって時は稼働状況落ちてる可能性もありますし、全然これ使えないって場合は障害が出てる場合もあります。障害出たりもしますので、なかった時は、まず障害疑ってもらうといいんじゃないかなと思います。それがサイボーズ .com 共通管理。サイボーズにはメールワイズ、サイボーズオフィス、ガルーンなどいろんなサービスあるので、それと全体の管理がサイボーズの .com の共通管理。でここでも出てきますけれども、サイボーズ .com 共通管理は全ての権限を持っています。なので、サイボーズ .com の管理者は、キントンだろうが何だろうが、権限いっぱい持ってると。サイボーズ .com の管理者じゃないけど、キントンの管理者なんですよっていう人は、さっきの画面には入れないけど、キントンのいろんな設定はできますよ。キントンの管理者だった場合に見えるとこですね。アプリ管理。アプリが何個あって、API が何個あってとか、あと細かくね、誰が作ったのか、アプリグループがパブリックになってますけれども、アプリグループっていうのも作ったりはできるので、どこに所属しているのか、ステータスはどこなのか。この辺はね、まだ作れてない。運用開始前ね。レコード数何本あんのかとか、そういう細かい情報を見ることができます。なので、そうですね。僕がメールでいくと、アプリの管理、最終更新者とか、アプリの作成者とか見て、このアプリはこの人に聞いたらわかるんだなとか、添付ファイルの数がね、大きかったら、ちょっとこれかなり圧迫してるから、ちょっと運用変えなあかんよねとか、そういったことを見るときに使ったりします。で、アプリテンプレートは、アプリのテンプレートを作成していた場合、アプリ作るときにですね、テンプレート使えますよとお話したかなと思いますが、こんな感じで、テンプレートを作って、でそれを書き出すこととかね、削除することもここでできます。スペースも一緒ですね。このスペース誰が作ったとか、これのスペース誰が入ったのか、ね、何人いるのかってわかるんですけど、管理者の場合は、ここに入ってなくても、例えば、そのスペースに入ってなくても入れるんですね。アプリも一緒で、アプリの管理権限がなくても、設定に入って自分に権限をつけることができるので、かなり自由に動ける分、ちゃんとこの管理者を設定しておく必要はありますね。で、スペースもテンプレート作ることができます。さっきのね、スレッドのアクション、どんなものがアクションであるのかを見ることができます。で、ゲストユーザー読んだ時とかね、削除する時の管理、ゲストユーザーの認証、2段階認証してもらうかどうか、先ほど話しましたが、例えば、このグループはシステム管理に来ていいよとか、アプリの作成は基本的に誰にも許可しないけれども、均等の認定試験とかもあるので、その認定試験受かった方だけは、認定試験合格者グループに入れてアプリの作成を OK するとか、そういうこともできたりします。で、カスタマイズ。これはですね、アプリじゃなくて、キントーン全体のカスタマイズですね。ポータルのカスタマイズであったりとか、見た目とか、いろんなところのカスタマイズをするときはここでします。なので、ここでヘッダーの色を変えてしまうと、はい、色が変わるってこともできたりします。こんな感じでね、今後、リリースしようとしている新機能とか、もうリリースが決まっている機能とかを、今はちょっとまだ運用間に合ってないからこれちょっとやめてほしいとかっていうような設定をここですることができますし、利用する機能ですね。毎回通知メールで送れるんですけど、メールいらないとか、ゲストスペースはもう使わないとか、そういったことを設定することができます。そしてプラグイン。こ
こにあるのは、サイボーズのプラグインですね。メールワイズ連携とか、メール作成とか、ここはね、メール共有オプション契約しないとダメなんですけれども、こういったものができます。スマホで表示したときに、モバイル版で基本表示されるんですけれども、PC 版で表示したいとか、その表示を好みにユーザー自身が切り替えたいというような許可を押したりとか、先ほど使いました14日未満であれば復旧することができますので、復旧したい場合は、この Kinton システム管理のところから出すと。そしてユーザーのアクセス状況。これもね、結構見ますね。全然使ってない人とかが出てきたら、あなたKintonのアカウントいらないよねとかも話できるので、30日間のうち何日アクセスしているかっていうのを見ることができます。そして最後、アプリの共通設定で、アクセス権で、エブリワングループへのアプリ管理権限の付与禁止とか、アプリのアクセス権で、エブリワングループのファイル書き出しの権限の付与を禁止するとかっていうところで、全体の設定をここでするってこともできます。はい。これを見ていただければ、細かい部分はまだいっぱいあるんですけれども、Kintonとは何ぞやどんなことできるのかっていうところが、ある程度見ていただけたかなと思います。最後にですね、2つほど説明をします。今までサイボーズ製品っていうのは何かの製品と連携する場合は、その連携サービスであったりプラグインに、無料有償もありますけれども、外部の製品を使ってたんですけれども、今回ですね、ちょうどこの動画撮っているタイミングで、Kintonがある、そしてマイクロソフト365の一部の製品と連携ができる連携コネクタっていうオプションが発表されました。また別にね、動画もやってるんですけれども、今まではそのサイボーズの基本機能にはなかったんですけれども、こういった別の製品との連携っていう部分も、一部ステップ数上限はありますけれども、無料で使える部分も出てきましたので、ここのチェック。こちらは2026年の6月頃にリリース予定なんですけれども、Kintonに AI 機能が正式にリリース、実装されます。Kinton内のデータを検索する AI であったりとか、あとはアプリを作る AI であったりとか、複数の AI 機能がKintonに実装されます。というところで、Kintonは簡単にアプリが作れて、サクッと設定してすぐに使えるというようなものでもありますが、作り込めば作り込むほど細かく設定ができて、言ってみれば難しく使うってこともできるような製品です。今回は連携サービスとかプラグインとかの拡張であったり、JavaScript、CSS といったカスタマイズに関しては、ほぼほぼ触れてはいないんですけれども、そこに関しては、連携サービス、プラグインとかに関しては、私のチャンネルでもいろいろ紹介はしていますが、その辺をね、勉強していくと、ものすごく時間かかりますが、まずですね、Kintonっていうのはどんなことができて、どれぐらい、どういうような設定ができるかをこの動画で確認いただいて、それでもKinton使うって場合はですね、まずはここからお試ししてもらったりとか、サクッと体験で実際にKintonの画面をですね、ブラウザー上で触れるってことも、サイボーズの方が提供してますので、このあたりでイメージを組んでもらってから使っていただく。今まで使ってるけれども、もうちょっと活用したいなっていう場合はですね、このチャンネルでもそうですし、いろんなチャンネルで動画公開してたりとか、あとはサイボーズのパートナーネットワークというところで、パートナー制度がありまして、そのパートナーがですね、いろいろと研修であったりセミナーとかを公開してますので、そのあたりも含めて、もしサイボーズ製品でお悩みの場合はですね、ここのページから自分に合ったパートナーを探すのもいいかなと思います。Kintonについて少しでも理解いただいて、Kintonちょっとでも使ってみたいなと思っていただけると、動画作ってる私としては嬉しいです。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la